皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、福島第一原発の処理水の放出に関して、日本を取り巻く中国、韓国、そして台湾、この3カ国の反応について取り上げようと思います。このうち一つの国はいかにも巨大なブーメランが突き刺さったなという国もあるわけですが、このチャンネルの動画を見ている人たちの中には、ちょっと意外な反応だなと思えるような国もあります。三者三様の反応なわけですが、そこには日本との関係性を非常によく表している動きが見られます。日本の中には国内事情ばかりを注目する人たちもいるわけですが、海外との関係性も十分に知っておくことは視野を広げる上で重要なことです。それでは早速中国、韓国、そして台湾の反応を見ていきましょう。まずは中国の反応。処理水放出、中国で進む海鮮離れ、自国産にも警戒心。鮮魚店姫。東京電力福島第一原発の処理水放出が始まって以降、中国で市民の海鮮離れが進んでいる。中国政府が放出について、核汚染のリスクを全世界に転嫁したと強調する中、消費者の間で日本産だけでなく、自国産を含む海産物全体への警戒心が強まっているためだ。中国内の水産業者などからは、消費の冷え込みの長期化を懸念する声も上がる。市場から人が消えた。日本の汚染水放出の影響は甚大だ。北京市最大の海産物市場、共進海鮮市場で鮮魚店を営む人は取材にこう憤った。以前は日本産マグロなども扱っていたが、中国政府が日本産水産物の輸入規制を強化した7月以降は、日本産の販売をやめた。処理水放出の影響で、ここ数日の売り上げは放出前の3分の1にまで落ち込んでいるという。消費者の間では、海鮮自体が危険だという風潮が広がっている。この状況が続くなら、廃業も検討しなければならないとため息をつく。中国のネット交流サービス、SNS などには、放出開始から240日後に汚染物質が中国沿岸に到着するといった情報が出回る。北京市内の鮮魚店などでは放出以降、自国産を含む汚染前の海産物を求める駆け込み需要のような動きも見られるが、市場の冷凍海産物店の女性店員は、汚染水の影響が本格化するのはこれから不安しかないと表情を曇らせる。 SNS 上では中国の漁師が水揚げした魚などを前に涙ながらに苦境を訴える動画も多数投稿されている。8月下旬以降は沿岸部などの禁漁期間が次々と明け、近海では今後漁が本格化するが、沿岸漁業への影響を懸念する声もある。中国の税関当局は処理水放出が始まった8月24日、汚染された日本の食品の輸入を防止し、国民の生命と健康を守るとして、日本からの全水産品の輸入停止を発表。中国外務省も放出について、生態系の破壊者、世界の海の汚染者と批判した。こうした当局の発言が、消費者の不安を増幅させた側面もありそうだ。中国では処理水の放出に関して、汚染水の放出だというネーミングをつけています。中国の報道機関においては、核汚染物質をそのまま垂れ流しているといったような表現を使われることもあり、中国国民の間では日本はなんてひどいことをするんだという声が高まっているのも事実です。そしてそのような声を助長しているのが中国政府そのものです。ですから、彼ら自身の言葉を使えば、日本が放出したものによって地球上の海は完全に汚染されている。もはや海のものは全て汚染されて食べられないといったような極端な言い方をしています。ですから中国の人々がもう中国の海のものも食べられないのかと思ったとしても、不思議ではないわけです。このあたりはまさにブーメランとして自分自身に害が及ぶ自業自得の典型例だと言えるでしょう。ですから中国において海産物の消費が冷え込んで、それに伴って多くの人々が路頭に迷うのもまさに中国政府が仕向けた出来事なのです。ただし中国においては日本に対するこうした批判の理由があくまでも政治的な理由であり、科学的な根拠に基づいた話ではないといったことは以前に動画で解説済みです。彼らにとっては日本を批判し、日本国内の分断やもしくは混乱を誘うことができれば彼らにとっては十分ですし、また中国国内の経済問題に対して多くの国民の目が向かないようにする、注目をずらすためにやっていると思えば、中国政府はそのように水産業者などが困ったとしても、中国国民全体が政府に対する批判の目を向けるよりはよっぽど良いと考えているのでしょう。そして中国国内では、福島で放出されたものは海を巡り巡って中国へやってくるという考え方から、これからもっと
悪影響が長期化すると見られます。ただ、中国政府、そして中国人自身の矛盾なのですが、中国領船は日本近海において密漁することも多く、たびたび問題化しています。おそらくは今回のような話があったとしても、中国近海の海の方がもっと汚れているという事実がありますから、日本近海の方までやってきて密漁するということも、今年もまだ発生すると私は思っています。日本政府はこうした中国側の動きに対応して、中国の方がもっともっとたくさんの汚染物を海に垂れ流していますよというその事実を広報すべきでしょう。それはインターネットのような自分で情報を探さなければなかなか目につかないといったものではなく、もっと積極的に日本にやってくる観光客らに対してそのような広報を行うための非常にわかりやすいような漫画を多用したパンフレットなども配布する。そのようにして彼ら自身が中国に持ち帰って、日本よりも中国産のものの方が汚染物質がたくさんあるんだなということを自覚させることも重要だと思います。なお、これに付随するおまけ話としては、中国政府が核汚染といった話ばかりをするので、放射線測定器を自分の身の回りで使ったらどうだろうと考えた人が、日本の多くの都市よりもはるかに高い放射線量を測定して非常に困惑するといった話などが中国で話題になっています。これは普段はほとんど気づかれることのない、いわゆる建材等に含まれる放射性物質の含有量が多いために、建物それ自体が高い放射線量を示すことがあるのです。これもまた私のチャンネルで以前取り上げましたが、例えばお隣の韓国においては放射性物質、ラドンが大量に建材等に含まれてしまったがために、マンション丸ごと放射性測定値が高いといったような建物が発生してしまいました。中国においても放射性物質が含まれている建材が建物に使われている危険性があるわけです。なお中国においては前世紀において大気中における核爆発実験といったものも非常に多く繰り返されましたから、もしかしたらその名残の汚染された土や砂、岩といったものが建設資材として用いられているのかもしれません。それでは次は韓国の様子も見てみましょう。韓国中央日報より、汚染水放流後、水産物消費に萎縮なく間接的に増えた。先月24日に日本が福島原発汚染水を海洋に放出し始めてから、韓国では目に見える水産物消費萎縮は現れないでいる。海洋水産部のパク次官は4日午前に開かれた定例ブリーフィングで、放流直後の6日間、大型スーパー3社の水産物売上高が放流直前の7日間の売上高の103% 水準だったとし、8月24、25、大型スーパー3社の水産物売上は昨年同期比 68.1% 増えた。放流前の8月20、23日に比べると、46.7% 増えたと説明した。同部によると、水産外食業1000カ所の売上は、放流前の20から23日比 3.8% 減少。だが、刺身料理店30カ所の売上は 13.2% 増加した。放流直後の最初の週末、大型水産市場小売店の売上は、放流1週間前に比べて 14.6% 増えた。飲食店の売上は 21% 増加。水産協同組合流通直営売り場の売上は 68.2% 増加した。韓国大手カード会社が顧客カード使用金額を分析した結果もほぼ同じ。水産市場で使った金額は前週に比べて 48.6% 多かった。韓国政府は今月9日、ソウルや主だった水産市場における水産物消費活性化のためのイベントを引き続き開催すると明らかにした。パク次官は、旬の水産物の試食会、文化公演、素手の魚つかみ、水産物クイズ大会など、市場の特性により多彩な見どころと体験コーナーを用意したとし、割引クーポン、商品券の払い戻しなど、割引行事とも連携していると話した。以前のムン・ジェイン政権であれば、このような事態に対して中国と同じように処理水の放出に大反対して反日活動を激化させていたでしょう。しかし、現在のユン政権はそうではありません。日本が IAEA 等の国際機関とも連携して、処理水を大幅に薄めることによって、環境に対する悪影響を大幅に低減した状態であれば、科学的に見ても特に問題はないという姿勢をとっています。ですから、韓国政府それ自身としては中国とは全く異なる対応をしているのです。ただし、ここで注意しなければならないのは、それは
あくまでも今がユン大統領の政策だからで、今後彼自身が表変する可能性は十分注意しなければなりません。また、ムン・ジェイン政権と共に歩んできた現在の野党共に民主党は反日精神丸出しで処理水の海洋放出に反対しています。ですから現在の韓国においては、ユン政権下における与党の方が日本の言うことは科学的にも正しいんだし、日本の主張そのものを受け入れれば特にこれに大きく反応する必要はないという姿勢を示しています。一方においてムン・ジェイン政権の共に歩んできた共に民主党は中国と言っていることがほとんど同じで、日本が核汚染物質を海に垂れ流しにしていて、海に関連する国際組織に対して日本を提訴すべきだというような話などもしています。しかしこの主張というのは韓国政府から明確に否定されていますから、韓国国内でも大きく燃え上がっている様子はありません。結局のところ韓国国内においても、日本が22兆ベクレルのトリチウム水を海洋放出するぞと言っている。これを国際機関に訴えるというのであれば、韓国自身の出している原発の排水100兆ベクレル以上の数をどう国民に説明するのか。また、中国の方がもっともっと多いトリチウム水を出している。この事実をどう対応するのか、全く理路整然としていないということを韓国国内でも批判されるぐらいなのです。そうしたわけで現在のユン政権は福島の処理水放出に関しては大きな障害とはなっていません。しかし、共に民主党の動きを見ていれば、政権交代が起きれば再び反日活動が激化するなというのはすでに見えているわけで、韓国との外交関係というのは非常に慎重にしなければならないことを表しています。それでは最後に台湾について取り上げていきましょう。フォーカス台湾より、在日台湾人が日本の水産物を応援。社駐日代表、前の循環。東京電力福島第一原子力発電所の処理水放出で中国が日本の水産物の輸入を全面的に停止する中、一部の在日台湾人団体からは日本の水産物への応援を呼びかける声明が相次いで出されている。台北駐日経済文化代表所のチャ代表は Facebook でこれこそが善の循環との考えを示した。在日台湾人団体の連合組織全日本台湾連合会が日本の漁業者や水産物への応援を在日台湾人に呼びかける声明を発表したのに続き、日本に拠点を構える台湾系事業家で作る日本台湾商工会議所も日本の水産物への支持を表明する声明を出した。チャ代表は Facebook で代表所職員が魚市場で購入したという北海道産ホタテ貝柱の写真を投稿。日本産水産物が中国から輸入を停止されても価格が通常とほぼ同じだったことを紹介した上で、美味しさは言うまでもないと太鼓判を押した。その上で台湾のパイナップルや万霊子、マンゴーが中国から害虫を理由に不当に輸入を停止された際、日本人はこれらの農産物を大量に購入して応援してくれたと振り返り、今度は日本の水産物が中国からボイコットされる番になった。相手の立場に立ち、一部の在日台湾人は消費を呼びかけている。これこそがまさかの時の友こそ、真の友を表す善の循環だと綴った。ちなみに私は台湾を国家として取り扱っていますが、これはあくまでも私の姿勢であって、日本政府の対応ではありません。日本政府としてはこのような台湾の動きに対して、やはり非公式であろうとも感謝の意を述べるべきでしょう。もちろん日本と台湾との間の関係というのは様々な要因が絡まっていますし、以前では日本の水産物の輸入に非常に厳しい姿勢を長くとっていたのも台湾です。しかし、それはそれとして現在のこの問題に関しては、北京政府とは明確に異なる台湾独自の姿勢をとっており、台湾の人々が自主的な動きとして日本産水産物をもっとみんなで食べようよと呼びかけているのは、日本の周辺国ではやはり一番心地よい対応を取ってくれるのが台湾だろうと思わせるような出来事だと思います。ただ日本としては台湾にばかり多くの海産物を輸出するといったわけにもいかないでしょうから、もっと政府は他の国々にもっともっと海産物を例えばヨーロッパなどに売り込むためのトップ外交なども行うのが良いでしょう。通常首脳が各国に訪れる際には大規模な投資案件の橋渡しであったりとか巨額のお金が動く話ばかりがどうしても先行しがちなわけですが、中小企業が多い海産物の輸出に関する会社などをもっともっと首脳外交の場に連れて行って日本食を各地で振る舞う、
それに伴って日本食の普及などに努めるといったことも一つ大事なことでしょう。また、現在では福島を応援したいとしてふるさと納税も多く集まるような状況になっているわけですが、このような時だからこそ、日本近海の水産物等に対しては、ふるさと納税でもっと規制を緩やかにといった処置なども私はしてもいいんじゃないかなと思います。というわけで今回の動画はここまで。日本の処理水海洋放出に関して中国は政治的理由をもとにして日本を批判し続け、それに伴って自分たちの国民をも苦しめているブーメラン状態になっています。これはまさに自業自得の代表例だと言えるでしょう。そして、このチャンネルを見ている人たちの中にはちょっと意外かもしれませんが、現在の韓国においては、そのようなブーメランが発生しないように政府は努めています。ただしこれはあくまでも現在のユン政権だからのことであって、前のムン・ジェイン政権と政権を担っていた民主党は反日姿勢ゴリゴリで中国と同じ主張。日本は核汚染物質を海に大量に放出しているといったデマやフェイクニュースに基づくヘイト発言を繰り返しています。韓国国民がどちらの方になびいていくかは今後の動向を見ていく必要があるでしょう。そして最後にご紹介した台湾においては、日本の海産物をもっと応援しよう。私たちは大陸中国とは違うんだという姿勢を示してくれています。台湾のこうした動きも日本人はもっと知るべきでしょう。というわけで動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。あなたはこの話を聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。